カーンでこれがちょうどじゃないからいいんですね。移動式テントのゲル。意外とこう中は広いで、羊肉のスープですね。これは美味しそう。肉が。あ、でもこれ煮込んである。地球の国全部行く。成田空港からニアットモンゴル航空の直行便に乗り5時間半、モンゴルの首都ウランバートルへ到着。7月中旬、真夏のモンゴルの気温は25度。湿気がなくカラッとした気持ちよい暑さで最高です。高層ビルがほとんどなく青空が広がり最高の気候です。空港からウランバートル市内まで 50km、 車で約1時間。ウランバートルは道路が少なく車が多いのでいつも大渋滞です。まずは中心にあるスフバートル広場へ。ドラマビバンで何度も登場したスフバートル広場はかなり広くて近代的。夜はライトアップしてとても綺麗です。スフバートル広場の近くには2つの博物館があります。こちらはモンゴル国立博物館。モンゴルの歴史を勉強できます。時間がない方はチンギス・ハーン博物館がおすすめ。モンゴル帝国時代に皇帝や貴族が所有していた14万点もの品々が1階から8階まで各フロアに展示してあり圧巻です。こちらは元旦寺。1883年に建てられたチベット仏教寺院です。ここは観音堂。内部には闘病平を祈願して建立された高さ25メートルの海岸観音メグジド・ジアナライ作の立像があり圧巻です。夕食はモンゴル料理のファーストフードチェーン店ハンモーズです。ボリューム満点のモンゴル料理を安く食べることができるのでおすすめです。ここで食べても、これもモンゴルの料理で、なんか、焼きそばみたいなやつと、これもなんかマトン、羊だよね、羊。サラダがちょこっとあって、ご飯と、野菜。まあ、モンゴル料理にしては結構野菜が多い方です。2日目はウランバートルから北東へ 50km のテレルジへ。途中ラクダに乗ったりワシを腕に乗せて記念撮影。車で1時間半ほどでゴルヒ・テレルジ国立公園へ。巨大な亀石は本当に亀のようでびっくり。約1時間草原を走る乗馬体験は感動的。ランチは郷土料理。モンゴルで肉といえば羊。ちょっと癖がありますが美味しいです。アーリアバルブッダの瞑想と僧院はチベット仏教寺院。丘の上まで坂を登り、さらに108段の階段を登ると最高の景色です。さらに車で1時間ほど東へ行くとチンギス・ハーン像テーマパークへ。高さ12メートル、直径30メートルの台座の上に高さ40メートルのチンギス・ハーンの騎馬像がそびえ立つ様子は圧巻。迫力があります。中に入ると世界最大のモンゴルゴタル大きな靴があります。エレベーターで最上階まで上がると馬の頭の部分から外に出ることができ、景色を一望することができます。ちょっと待って。あー、すごい。チンギス・ハーンの顔がアップで大迫力。でこれがちょうど地下は博物館になっています。すごいな。帰りは夕方なのでウランバートル近くからは大渋滞。家に着くと9時過ぎでした。3日目、朝8時出発。世界遺産の町カラコロムへ向かいます。ウランバートルから西に 350km、 車で5時間以上かかりますが見渡す限りの大草原で最高のドライブです。
午後2時、かつてのモンゴル帝国の首都カラコロムに到着。まずは1586年創建の仏教寺院エルデニ像へ。当時は100以上の仏塔がありましたが、戦後人民政府によりほとんどが破壊されました。現在残っているのは中国式寺院とチベット式寺院のみです。近くにあるカラコロム博物館は日本の無償援助により建てられました。日本とモンゴルの共同研究の成果やカラコロムの歴史の展示など、ランチはモンゴル名物の揚げ餃子、オーショール、ひき肉たっぷりの巨大餃子は最高です。これは美味しそう。熱々な感じが。おー。肉が巨大揚げ餃子みたいな感じ。うん。丘の上にはモニュメントがあり、世界遺産のオルホン渓谷を一望できて素晴らしいです。この日はモンゴル遊牧民の移動式テントゲルに宿泊。中は意外と広く快適。広い。で、この、いろんなサイズがあるんですけど、このゲルのサイズと、2、3、4、5、6人部屋になって、この綺麗な飾りもある。装飾のペインティングも綺麗ですけど、こうやって木が傘状みたくなってて、で、上には窓がつけて、換気もできて、冬はここに煙突みたいなのをつけて、下にストーブみたいな。夏なんで今いらないんで、ストーブはつけてないですね。これ被せちゃえばもう夜は真っ暗で暗くできると。そこで、おしゃれな感じで、生活感があってすごいいいですよね。真ん中にテーブルがあって、で、バックパッカーとかが結構止まってて、これ、ベッドですね。今日は満室じゃないんですけど、でも快適ですよね。自分でシーツとかやって、寝ると。夜晴れれば満天の星空を堪能することができます。朝早く起きて散歩してみました。人は誰もおらず、牛や羊しかいません。では、今朝7時半ですけど、ゲストハウスから出て、丘の上に、登って、景色を見ようと思います。あっちすごいな、ちょっと黒っぽくなってるの、今雨降ってる。牛とか羊とかヤギは、その草を一日食べるっていう感じですね。何の鳥だろう、あれ。カラコロム。昔の都ですね。丘の上まで登っていくと、ただただ広い大草原に圧倒されました。大草原独り占めです。ウランバートルに戻る途中にシャンカー僧院の秘仏を見学。歴史ある厳かな雰囲気。これはアイラグといって馬の乳を発酵して作られたお酒。世界で唯一の動物性アルコールです。アルコール度数は 1% 程度と低く、かなり酸っぱい。正直それほど美味しくはないのですが、結構いっぱいあるよ。牛の乳のお酒。モンゴルの地酒を飲めてよかった。さらに東へ、ウランバートルに戻る途中に、ミニゴビ砂漠があります。来ました。すごいね、このミニゴビ。かわいいな。かわいいな。起きたよ。起きた。ごめん。休憩してたのに。いや、good。ラクダに乗ったり、砂漠の丘に登り、いい感じ。そうじゃないからいい。砂漠の山の上まで来ました。まさにドラマ、ビバンの世界です。すごいな、モンゴル。砂漠に登ってきました。いいな。ミニゴビ砂漠。ミニって言ってもやっぱ、なかなかいいですね。さて夕方、ウランバートルに戻ってきました。社会主義時代からある古くて趣のある百貨店、ノミンデパートへ。ここにはモンゴリアンハットや羊の毛で作られたゲル、スマホケース、何が書いてある。かわいい。その他可愛らしい土産がたくさんあって最高です。があって、
アルパカじゃないけどラクダの毛使ってんのかな。5万円ぐらいするの。わあ、これ。夜6時過ぎ、モンゴル最後の夜は国立ドラマ劇場でモンゴル民族舞踏を堪能しました。すごいちょっと小さめだけどいい感じっすね。ドラマビバンではこの国立ドラマ劇場がバルカ国際銀行という設定で何度もドラマに登場しました。90分のショーは馬頭琴の伝統楽器の演奏、モンゴル民族衣装を着て歌やダンスの伝統芸能など最高でした。夕食はモンゴル料理レストランモダンノマドにてモンゴル名物料理に舌包み。ありがとうございます。羊肉のスープですね。ビールも最高。さあ、では羊の脳みそのスープ。これあれだね、ダンプリングが入ってて、でもこれ煮込んであるんで結構美味しそうです。うまい。濃厚でうまい。5日目最後の日は朝7時半の早いフライトなので早朝に起きてウランバートルチンギスハン空港へ。いやー、モンゴル5日間の一人旅盛りだくさんで充実して一生の思い出になりました。他の国にはないモンゴルでしか体験できないことがいろいろあって食事も美味しくて最高。個人旅行としては難易度が高いのでツアーに参加するのが良いかなと思います。日本人にはそれほどメジャーではないモンゴル旅行ですが、モンゴル人は親日で治安もいいし一生に一度はモンゴルへ行くべきです。最高ですよ。以上ご視聴ありがとうございました。